皆さん、こんにちは。いつも動画をご視聴くださり、ありがとうございます。今回は、刺し子付近にアイロンをかけていくだけの動画を撮ろうかなと思っています。よろしくお願いいたします。いつもとは違う映像、光景かなとは思うんですけれども、えー、普段はもうひたすら刺し子付近をね、作ってるんですよ。で、作っている過程を動画にしていて、それはそれでいいんですけれども、たまたまちょっと洗ったのがね、多かったので、ああ、じゃあこれアイロンかけていくところ動画にしようかなっていう風に思ったので、今ここに、洗い終わって乾かして、で、アイロンかけてみようかなと思うものを持ってきました。で、大きく2つの山にね、なってるんですけど、こっちが、あの、台所でお皿拭きで使っている布巾です。の一部です。はい。これをかけていって、で、こっちがそれ以外で、使っている。なんか目隠しとか敷いたりとか、拭いたりとか。拭いたりっていうのは皿拭くのはね、こっちなんですけども、こっちなんですけど、それ以外で使っているものがこっちっていう感じで、大きさとか模様とか、それによって使い分けているので、はい。大きく2つ持ってきました。で、最初ね、こっちをアイロンかけて、で、次こっちアイロンかけていこうかなと思います。お手入れに関しては、今回はすごいいっぱい洗ったので、それぞれ何枚かに分けて洗濯ネットに入れて、そのまま洗濯機で回しました。手洗いでもちろんやる時もあります。それはね、前に何かで動画を撮った気がするので、私洗面所で手洗いしてっていう一通り流れを動画撮った気がするので、概要欄にリンク貼っておきます。手洗いの時はそんな感じでやっていて、今回はちょっと量が多かったので、洗濯ネットで洗濯機でっていう感じでやっています。では、じゃあそれぞれかけていきますので、なんか多少付近の話をしつつ、基本はただアイロンかけているだけなので、そのつもりで聞いてみていただければと思います。はい。じゃあ今回ここからね、はい、アイロンはいつも私こちらを、ちょっと見えるかな。こちらを使っています。はい。で、スチーム、押すとなんか、プシューと出たりしますので、はい。そういうタイプのものを使っています。こちらはコードレスのアイロンになっているので、今ここにコードは特に繋がってはなくて、置いていて、温まるまでスイッチをオンにしていて、で、温まったので今こういう風に使っている感じです。ただ、使い分けをしています。このタイプ、でもこのタイプを使うことの方が多いですかね。多いですけれども、あの、コード付きのものでも使うときあるので、使い分けをしています。時にこのスチームのプシューっていうのが出なくていいなとかっていう時もあるので、はい、その時の用途に応じて使い分けをしています。はい、こういう感じでね。これは私ね、あの、このマス出しに特化した動画を投稿したことあるので、それの一番最初にこれ作った付近になりますね。仕立てが違うんですよね。ここの仕立てが。私いつもよく言うのは、ここのね、外側の硬くなったところ利用してなんて言ってね、そういう仕立てを今やってるんですけれども、もうこれは全部閉じてる感じなので、サイズが違うんですよね。はい。で、今一通り書き終わったので、で、だいぶね、使い込んでるので、こういうとこがピロッと出てきたりとかします。でも、これはあるけど、だからってなんていうのかな、ドゥワーってなることはないんですよ。そう。だから、もうここ止まりな感じなので、全然それは問題なく使えています。はい。で、私これ畳み方ね、いつも収納してるとき、こういう風にね、
もうね、これがね、気持ちいいんですよね、やっぱね。アイロンかけて、こうピシッとなって、それでね、こうなるじゃないですか。これがね、非常に気持ちいいわけですよ。はい。これちょっとね、端っこにね、置いときますね。で、これが、これ何でしたっけ？飛び朝の葉でしたっけ？ちょっと正式名称忘れてしまったな。もうここのキッチンで使ってるのもだいぶもう何年も前の作ってるものなので、仕立てもさっき言ったように仕立てもそうですけど、針目の感じもね、違うんですよね。これの針目、これね、今見ていただいてる、そうですね、やっぱりほら、ここがこういうこういうとこね、中央。今私ここもうちょっとバランスよくさせるなとは思ってます。この感じ。だから、ここのあたりはどういう風な仕上げを目指したいかって人によりますからね。はい。そこは好みなんですけど、私の場合はできるだけバランスよく、ポイントではね、行くといいなっては思っているので、そういう意味で考えると、ここにこうね、これを味わいと思っていただければっていう感じなんですけども、ああ、この時はまだこういうところあんまり意識してないね、張り目だな、みたいな。あと、今私ここまで細かくしないなとか、そういうことのね、ことを感じられるわけですよ。はい。で、確かに、それは使い込んでるからクタクタはするんですけど、でもね、やっぱね、こう、晒しにこうやって、差し込してこうなるとこう気持ちがいいんですよ。結局ね、それはね、なんか他の付近ではちょっとね、ちょっと違うと思うんですよ。やっぱ晒しにこうやってね、差し越して、やっていくから、いや、もう波とか打ちまくりですよ。打ちまくりでなんですけど、なんかこう、晒しに差し子をするこう気持ちよさっていうのはやっぱりね、いいんですよねって私は思うんですよ。これは、違う。パンくずしもんだ。パンくずしもんですね。はい。ね、ほら、歪んだりもしますよ、やっぱり。それはね、使い込んでいれば。あと穴も開いてるしね、これをね。前も私このね、台所で使っている差し子付近っていうことでね、動画投稿したことありますけど、この時もね、見ていただきましたけどね、穴は開いてますよ。穴は開いて穴は開いている。それなりに時間が経った感じではあるけれども、こうなんかね、さっぱりするんですよ。やっぱり。とはいえさっぱりはするというので、こう気持ちよくこう使えるんですね。あとは、だからどうしてもね、使い込んでたりとかするから、多少シミとかもそういうのも、もうそれはね、出てきますね。その辺はね。なので、こういうのにも多少はね、映ってるかとは思うんですけれども、こうあまりじっとは見ないで、薄めで見てください。これが朝の葉ですね。でもこれもね、結構前の付近ではあるんですけれども、だんだん、ここからここまで何目で刺そうみたいなのをなんとなく思い始めてきた頃の付近ですね、これは。そういう風に考えながら刺し子していった感じの時に作った付近になります。はい、かな。もうこの付近なんかも、続き山形か、これ。もうだいぶこう使い込んでますよ、これ。だいぶ使い込んでますっていう感じはあるんですけど、なんか、あれなんですよね。
ちょっと愛着がね、湧いちゃう感じはありますね。これちょっとね、思い入れ深い。まあ、前も言いましたけどね、私前これアイロンかけた話もしてでもだいぶ前の動画なので、ちょっと再度被ったこと言っちゃうんですけど、こんなに今細かい針目で私しないですね。今は。だからね、すっごい時間がかかった記憶があります、これ。これ。こっちが表で、こっちがね、これね、こういう感じですけど、今このあとなんか、なんとなくこう向きもね、不揃いなんですよね。普通こうだったらこの向きでこう行くんだけど、針目の感じがなんかちょっと、なんかちょっとこうまっすぐじゃないんですよね。でもこれはよく見ればの話なので、はい。もうなんか点の集合体みたいになってるからそこまでではないんですけど、よく見れば、今だったらもうちょっとゆとりのある針目で、針目のこの方向も結構なんだろうな、進行方向に対してこうピッていくように刺すぞって思うんですけど、これはね、これはこれでほら、あの時はこう刺してたんだなみたいな思い出がプラスされてますから、それはそれでね、いいんですよ。だからね、大事にね、私もね、これも使いたくなるんですよ。っていう感じですかね。で、これを、ほら、なるべくとこういう感じになるんですね。こういう感じだから、なんていうかな、気持ちよくなるんですよね。これが、なんか他の付近の感じとのこの、なんかさっぱりした感じのね、あれがやっぱね、違うんですよね。さらしの差し越した付近っていう感じで。で、これね、これ前も私これね、見ていただきましたけど、こういう風にね、入れて、相変わらずこういう感じですよ。相変わ特に変わり映えはありません。はい。相変わらずこういう風に入れて、収納して、こう手前から何枚かずつで使っていって、で、使い終わったらまたこういう感じで、こういう感じにして、新たに洗濯したものこっちの後ろに入れていって、こうズン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 って手前から使っていって、洗ったらこっちに入れて、みたいな感じで、いう感じです。で、これをね、はい。もう前からこういう感じで収納してて、もう相変わらず私これですね。っていうのが、まずは、台所の使っている付近で、あとこのあたりは、これハンカチね、ハンカチなんですけど、このあたりは、私よくね、ライブ配信の時にね、なんか敷いたりするのに、敷いたり目隠しにしたりとか、それでね、使ってますね。で、サイズ的にもちっちゃいんですよ、これね。ちっちゃいから、なんかちょっとしたことに使えるっていうのでいいんですよね。お皿拭き用のものって考えるんだったら、やっぱこれだとちっちゃいと思います。これはちっちゃい。なんですけど、そうではなくて、ちょっとした敷物にしたいとかいう時には、これくらいのサイズがいいんだよなって思ったりします。この辺はちょっと大きな二つ折りにして重ねて置いときます。あと、模様がね、やっぱ好きだからっていうのもありますね。模様が好きなので、あの、色を変えてね、色を変えて使っているっていう感じになりますね。はい。で、これがですね、同じ模様です。同じ模様で、ただ、大きさがね、正方形のサイズで刺し子していますので、刺し子する面積がだいぶね、こっちの、ハンカチサイズよりは広いので、それなりに頑張って刺し子したなという思い出が。というか、だからこれはあれですよ。ライブ配信の時にひたすら刺し子していた付近になります。そういう意味でも思い出もプラスされて大事に使っております。この辺は私は、3段ラックがあって、それの
目隠しに使ってます。模様も可愛いですし、色もね、いい感じに出てくれてるので、こうふわっとね、かけておいても何気にいい感じに見えます。あとこれですね。これは収録動画の方で、ホビーラホビーレさんのもうすでに印刷されているものを差し越したんですよね。でもまあ、やっぱりこれもね、だいぶ達成感ありますよね。改めてじっくりね、模様を見るとね、やりがいのある、達成感のある模様だなっていうのは感じます。まあ、人目指しといえば的な感じに、思い浮かぶ模様じゃないかなとも思ったりもします。はい。で、これは私、パソコンとかというか、パソコンをね、使って編集したりすることもあって、文章を打ち込んだりとかするときに、ノートパソコン使ってるんですけど、あの時に、こう、パソコンのね、キーボードがこうあった時に、こう手を置いた時の、ここのとこ、ここが、なんかちょっとね、熱いって言ったら大げさですけれども、なんかこう触るのがね、気になるんですよ。で、気になる時に、ちょっと今ね、アイロンはかけたんですけど、ちょっと畳んじゃうんですけど、ちょっとね、こう畳んであげて、それをこういう感じにね、置いたり、ね、この手の置くとこにこういう風に置いたりとかして、ちょっとクッションにしたり、こう直接こうなんか触れるのが嫌な時に私はこういうのを置いたりしています。だから、ノートパソコンの上にパッとね、ノートパソコンのなんか目隠しみたいな感じでパッと置いててもいいし、かけるのに置いててもいいし、で、使う時にこうやって畳んで、こうやって畳んで、こうなんか打ち込む時のなんかね、ここがね、ちょっと嫌なんですよ。そういう時に使ったりとかしてるので、自分のね、自分のというか、この模様もね、可愛いので、こういうので使うと、なんか気分も上がるというか、モチベーションも上がるというか、そういうのに使ったりしています。はい。はい、お疲れ様でした。先ほど、アイロンがけした差し子付近を並べてみました。アイロンかけることによってだいぶこう、さっぱりして、えー、ピシッとして、いい感じになったかなと思います。とはいえ私、この辺はですね、あんまりかけないです。この辺は。なんかある程度こう手でピシッとやっただけでも、それなりにいい感じになるので、はい。この辺は。でも、何か、いろんなね、他のものもアイロンかけるんだよなっていうものがあるときに、ついでにこうやってね、持ってきて、たまにこうやって一回ピシッとするのも気持ちよくていいんですよね。はい。なんか、こういうね、布巾っていろいろありますけどね、なんか晒しに差し越して、それを布巾にするっていうのは私は、すごい自分は、気に入ってやっているし、私の中ではおすすめだなと思います。はい。で、えっと、以上がね、今日の動画になります。で、今回はアイロンがけしたんですけど、次回からはまた何かね、模様を決めて制作していこうと思うので、その次回の模様をですね、どうしようかなと思って、さっきね、本をパラパラめくってたんですよ。で、私やっぱり、うーん、あ、大きくは刺し子の基本の本をちょっと全制覇したいって言ってやってるんですけれども、時々は、この模様も刺したいんだよなっていうのがあったりとかして、ちょっとそれをね、合間に挟もうかなと思っています。で、今回はそういう意味でね、間に挟もうと思っていて、ここから次回予告の模様は、はい、この本の中の模様を、ちょっと光った。ごめんなさい。はい、こちらの本の模様の中の、えー一つね、選んで差し子したいなと思っています。で、やっぱね、基本は私、伝統的な模様模様差し
基本はやっぱ好きなんですよ。それでをなんか一つ選んで、その模様とこう向き合ってね、ああ、これ昔からある模様なんだよなっていうことを味わいながら、どういう風にこう仕上げると自分の好みになるかなみたいなことをね、考えながら刺し子するのがやっぱり好きなんですよ。なので、そういうこともあって、やっぱこう伝統的なね、こう模様がこう書いてあるものが、本からね、選んで、どうしようかなと思っていて、あーこの中からこうパーッと見たときに、私やっぱこれ昔からそういえば気になってた模様だなっていうので選びました。変わりライモンですね。これね、あの、検索すると出てくると思うので、見てみてください。これをね、ちょっとね、刺してみたいな、模様描いてみたいなと思いつつ、そういえばやってなかったんだよなと思って、はい。このあたりは、どういう模様が出てくるかっていうのは、本当その時のタイミングと私の気分次第っていうところでなってくるんですけれども、今回はね、たまたまね、はい、こちらの本の中の模様をやっていこうと思って、本当は他の模様もどうしようか迷ってて、でもいいです。いいですっていうのは、おいおいやってきますから。順番がどうかっていうことなだけであって、今他のね、模様も気になってこれもやりたいなって思ってるのもあるんだけど、一個ずつね、淡々とやって、なんか一つ一つがこう、自分の身になっていったらいいなと、はい、思っています。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。